こんにちは。お元気ですか？週末ですね。今日もですね、ちょっと寝っ転がりながら喋ってますので、少し声がくぐもってるかもしれませんけど、あとね、先日からちょっと喉の調子がおかしかったのが続いているのでね、ちょっと喋り聞こえにくいかもしれませんが、まあ寝っ転がりながらなんでマイペースで喋っていこうと思います。前回の動画でですね、ちょっと喋りたいことがあったんだけどっていうふうにちらっと言ったんですけれども、最近あった話でですね、健康に関するお話なんですけれども、ジムでよく会う人がですね、ある人がですね、最近足がつっててっていう話をしてて、なんか私もね、昔よく足がつってた時期があるので、こうするといいよとか、ああだよこうだよとか、そういうお話をしてたんですね。もう4ヶ月くらい前かな、そういう話したので、はたまた別の時にですね、違う人と今度は話してて、なんかその人の娘さんが生理痛がすごくひどくて、病院とかで見てもらっても特に異常があるわけではないんだけれども、すごく生理痛が辛くてかわいそうだっていう話をしてたんですね。でその人の娘さんは多分もうすぐ大学生になるとかそういう年だと思うので、18歳とかね、そんなくらいなお年だと思うんですけれども、それに対してもですね、生理痛は私も若い頃にねすごい苦しんだ経験もあるので、こうしたらいいよとかああしたらいいよとか、自分の経験とかもいろいろ話したりとかしたんですよね。でこの2件全く全然あの足がつる話題と生理痛の話題で全然違うんですけれども、その2人にですね、同じおすすめ方法をしたんですよ。全然違う時期だったんですけれども、で最近ですね、その2人とまたそれぞれまた別の日に会う機会があって、ジムで、そしたらね、なんかすごく症状が改善したとか、生理痛娘さんの方は生理痛があのそれ以来起こらなくなったっていうことをおっしゃってたんですね。1人目の方は足が最近全然つらないって言ってて、すごい良かったなと思って、私もすごい嬉しかったんですよ。でその私が言ったことが効果があったのかどうかっていうのはわからないですけれども、もしかしたらその体が改善する可能性があるんだったら試したらいいんじゃないって言ったことが、体の体調の辛さが治ったので、すごい良かったなと思って、なんとなくもっと多くの人にもシェアしてみようかなって思ったっていう話なんですね。で、今回のですね、足がつるとか、あとは生理痛、この2つのことで私の今までの経験からこうしてみたらっていうふうにおすすめしてみたのはですね、食事で、乳製品を控えるっていうことなんですね。でこれ何の関係があるのかっていうと、マグネシウム不足かもしれないっていう、それは症状における可能性の一つでしかないんですけれども、それによってもしかしたら足がつるとか、生理痛とかが起こってる可能性があるんですね。もちろん足がつるのも生理痛もマグネシウム不足以外の要因が大きかったりする場合もあるので、一概にそれだけじゃないとは思うんですけども、特に生理痛なんてね、いろんなこの要因から起こるじゃないですか。ただ私もいろんな生理痛対策をして全然良くならなかったっていうのがあったので、これも試してみたらっていろいろこういう話をして、それが今回は、それがはっきりそれが原因で良くなったのかどうかっていうのは確認することができないので分かんないんですけども、とにかく乳製品を抑えることによって、足のつりも生理痛も良くなったので、良かったなっていう
話なんですけど、なんで乳製品をっていう感じでもっとちゃんと説明しろって感じなんですけれども、あの足がつる原因の中でマグネシウム不足っていうのはもう昔からよく私も気をつけてて、マグネシウムが入ってる食品とかね、なるべく取ろうとか気をつけてた時期とかあったんですよ。豆類とかね、ナッツとかごまとか、あとはこのわかめとかそういう海藻類とかですね、そういうのを取ってもあんまり良くなんなかったっていうのがあるんですね。で、私もその足がつるのがきっかけでいろいろ調べてみた結果、マグネシウムが不足する要因はあの、食物から取ってるだけじゃなくて、もう一つカルシウムを取りすぎてる可能性があるっていうのをね、さらにこう調べてみたらそういう情報が出てきたので、それを気にするようになったんですね。で、何かっていうと、マグネシウムとカルシウムって何ていうのかな、こう相対的な関係があって、で何に対して相対的かっていうと、筋肉の緊張をあの和らげたりとか逆に収縮させたりするっていうのがそれぞれのこの役割があったんですね。でマグネシウムは筋肉を弛緩させる、緩める。でカルシウムはその逆に筋肉を収縮させる、緊張させるっていう逆のあれがあるんですよ逆の逆の働きがあるんですね。だからカルシウムが多すぎると筋肉がすごく緊張しやすくなってしまって、収縮すごくしちゃうんですよ。だからこの2つがバランスを取り合って筋肉の張りの調整っていうのを行っているので、カルシウム取りすぎると筋肉緊張するんですよ。だからマグネシウムが足りないと、なんて言うんだろう、カルシウムばっか取っててマグネシウムが少ないと筋肉の緊張が起こっちゃうっていうことになるんですね。だったらマグネシウムいっぱい取ればいいじゃんっていう話なんですけども、多分これなんとなく私の感じたことなんですけども、食品の中で普通に取ってたら結構カルシウムって取りやすいんですけども、マグネシウムの方がどっちかっていうと普通に食事してたら偏っちゃうっていうか減っちゃう、あんま取れないなっていう印象があって、だからマグネシウムの方が普通に生活してると不足しやすいかもって思ったんですね。であと結構ポイントになってくるのが、さっき言った乳製品なんですけれども、乳製品の栄養素ってすごくマグネシウムとカルシウムのバランスの偏りがすごい大きいんですよね。つまりカルシウムがたくさん入っててマグネシウムが少ない食品なんですね。だから乳製品を取った時点で体の中のカルシウムの比率の方が多くなってしまうっていう感じなんですよ。で具体的に言うとえっと牛乳がマグネシウム1に対してカルシウムが10だか11だか忘れちゃったんですけど、1対10とか1対11とかそれくらいの割合なんですね。でさらにヨーグルトになると1対30とかなんですよ。マグネシウムが1でカルシウムが30倍ですよね。であとプロセスチーズもですね1対30だったか30いくつだったかちょっと忘れちゃったんですけど、とにかくプロセスチーズも1対30とか32とかかな、分かんないけどそれくらいだったと思うんですよ。だから牛乳が1対10、ヨーグルトやプロセスチーズが1対30とか1対30いくつとかで、もうそれを食べた時点でもう結構なんだカルシウムが体の中で多くてマグネシウムがすごく少ないっていう、この筋肉の張りの調整をする役割の2つのバランスがだいぶカルシウム寄りになっちゃうんですね。そうすると結局筋肉が収縮しやすくなるので、
筋肉が緊張状態になるので、それに伴う何かしらの疾患みたいな症状が出やすくなるんですよね。だからさっき言った足がつるっていうのはもちろん筋肉が収縮してつりやすい状態になっているっていうのと、あと生理痛もいろいろ子宮がねホルモン子宮を収縮させるホルモンを出して、それで激しい痛みになったりすることもありますというのもよく言われていることなんですけれども、結局子宮が収縮するっていうのは子宮も筋肉なので、マグネシウムを取りすぎてる間違ったわ。マグネシウムが少なすぎててカルシウムが多い場合にその筋肉が収縮する要因になって、それで生理痛が起こるっていうこともあるんですね。その要因の一つっていうことなんですけれども、なのでその要因を全て取り除いていけばいろいろ試した中で体調が改善するかもしれないよっていうお話なんですよ。だから牛乳とか乳製品とかを全くやめる必要は全然ないと思うんですけども、取りすぎてるかもしれないからそれを控えめにするとそういう症状が良くなるかもしれませんっていう話ですね。あのなんだちなみにこの筋肉が収縮する症状だったら全てにおいて当てはまってくるので、例えばこの足のつりとか生理痛以外にもですね、頭が痛い片頭痛が習慣的にあるとか、あと慢性の肩こりがひどいとか、そういうのも結局は筋肉が収縮してすることによって起こりうる疾患の可能性もありますよね。だからそういうのもですね、もしかしたらなんか乳製品控えることによって改善するってちょっとイメージしにくいんですけども、もしかしたらカルシウムとマグネシウムのバランスによって要因の一つになっちゃってるかもしれないので、いつも取りすぎている牛乳を控えめにすると症状が良くなるかもしれませんっていうお話なんですね。なんか私も実際一時期すごいふくらはぎがもうつりやすくてすごい悩んでた時があって、ジムで運動とかするとふくらはぎとかが激しくつっちゃって、あまりにもこの激しいつり方だったんで1ヶ月くらいビッコを引いて歩いてた時とかがあるんですよ。もうめちゃめちゃ激しい釣りでその頃からマグネシウムなるべく取るように気をつけてたんですけど改善しなくて、でそれで結局調べてるうちにこの今言ったマグネシウムとカルシウムの関係を知って乳製品を控えるようにしてたんですね。それまでは冷蔵庫の中に牛乳のパックがあるのが当たり前になってて、もう当たり前に牛乳飲んだりしてたんですね。でそれで乳製品普段から多く摂ってたと思うし、あと私チーズも好きで一人暮らしとかだとタンパク質を摂るのに料理とかめんどくさいからチーズとか牛乳とかに頼っちゃってたんですよね。でチーズトーストとかすごい好きで、よくスライスチーズとかそういうの常に常備してて、チーズもよく食べてたんですよね。でさっき言ったようにチーズなんてマグネシウムカルシウムの割合が1対30とか30いくつとかなので、かなりそれだけでこのバランス悪いですよね、カルシウムとマグネシウムの。ただチーズとか大好きなんで全然食べたい時は食べるんですけども、結構習慣的に食べてたチーズトーストとかそういうのをやめて、ヨーグルトとかもですね、あと牛乳とかも、でもこの3つは嗜好品みたいな感じで食べたいなって思った時に食べるっていう風に変えたんですね。そしたら足とかもつらなくなったし、なんか生理痛も治ったんですよ。生理痛を治す目的ではなかったんですけども、結果的に生理痛もその頃から徐々に軽くなってきて、
もうそれ何年前かな、5年前くらいか、4年前5年前ぐらいかもしれないんですけども、だからその頃から生理痛の薬、脳神ホワイトとかなんかバファリンとかそういうのを買ってたのが、最近賞味期限使用期限が切れちゃって、あのだからずっと使ってなかったっていう感じなんですよね。だからその結構私にとっては、生理のことも足のつりに関してもいろいろ試して、食事とかもあるし、骨盤調整とかもあるし、ヨガとかもやったし、結構全てにおいて試して、そんなに効果がなかったのが、あのなんと乳製品を控えることによって改善したっていうのがあったので、なんかもし慢性のこの筋肉が縮むことによって起こる症状で悩んでいる方がいたら、それが原因かは分かんないですけども、一回ちょっと乳製品を少し控えめにしてみるっていうのは、1ヶ月とか2ヶ月くらいかな、試してみてもいいんじゃないかなって思いました。うん、で私も今牛乳とか全く飲んでないわけじゃなくって、ただ冷蔵庫には全然入れてないですね。その代わり常にあるのは豆乳ですね。豆乳も飲みすぎると良くないので、飲み物としてもう飲むことはないんですけれども、なんか料理に使ったりとか、なんか何かしらちょっと使ったりするじゃないですか。あとたまにソイラテみたいなとかを飲みたくなったりとかするんで、そういうので飲んだりとかはしますね。うん、で乳製品を控えるってことと、あとマグネシウムとかもね、やっぱちゃんと取った方がいいと思うので、和食を食べてると結構取りやすいので、あの和食で孫は優しいってあるじゃないですか。でその孫は優しいの孫はの部分を食べると、結構マグネシウムが含まれてるあの食材っていうふうに私は勝手にそう思ってっていうか、実際そうだと思うんで、だから孫は豆ですね、豆類とごはごまとかナッツも含むかな、それと和はわかめですよね。で、この孫はまで取って、優しいの野菜魚しってなんだっけ、しいたけか、きのこ類、いいいってなんだっけ、い優しい、ちょっといい忘れちゃったんですけどとりあえずマグネシウムは孫はで取ってください。で乳製品を控えめにしてって感じですね。で、もちろん牛乳が全部悪者っていうわけではないんですけれども、意外と盲点だと思うので、なんかそういう疾患で悩んでる方は試してみたらどうですかっていう話です。私はね、生理痛が軽くなったの、絶対にそれのおかげかどうかは分かんないですけども、体調が全体的に昔よりもね、そうやってこむら返りがなくなったりとか良くなったのは間違いないので、いいかなって思うんですよね。あと一つ、これはどうか分かんないんですけど、あのその花粉症がね、前よりも軽くなったのも、もしかしたら牛乳を控えたことが原因かもしれないなと思ってて、花粉症に関しては牛乳以外にも小麦粉も取りすぎないように気をつけるようになったんですけれども、なんだあのえっとそのちょっとなんか言葉が出てこないんですけど、要は花粉症のあの牛乳に入ってるカゼインとかが原因で、もしかしたら花粉症がこの症状が重くなってるかもしれない。これもかもなんですけれども花粉症対策で私が考えたのはカゼインとグルテンですね、小麦粉とかの
そういうのをちょっと取りすぎてることによって、腸内環境が悪化したりとか、さらに悪化してその腸内に小さい穴が開いてしまう、いわゆるリーキーガットって最近よく言われてますけど、それによってその成分が腸の中のものが外に行ったりとかして、それで免疫不全みたいな感じで攻撃を起こしてっていうのが原因で花粉症とかも悪化してるかもしれないっていうかそういうことも言われてるので、食品の中でもそのカゼインとグルテンをちょっと控えてみようっていうのも功を奏したのかもしれないですねっていうか確かに昔よりは良くなったんですけども、絶対にこれが原因とかそういうのってわからないので、ちょっと寝てたらちょっとあれなんですけど、すいません、今ちょっと寝てたら逆に背中が痛くなってきたんでちょっとうつ伏せになったんですけれども、そういうカゼインとか何を言ってたんだっけカゼインとかグルテンとかが原因かもしれないから、そういうのもちょっと控えるといいねっていう話ですね。だから乳製品とかパンとかそのうどんとかパスタとか、そういうのは私にとっては嗜好品っていう位置づけになってますっていう、そういうお話です。なんかちょっと言おうとしてたことを忘れちゃったんですけど、なんだっけ、そうそう、あとマグネシウム不足になるのはえっとそのカルシウムとマグネシウムのバランスが悪くてっていう、筋肉の張りの調整というか、そういうに関してはそうなんですけどてかってすいません、なんかちょっと頭が回んなくて、あの一人で喋るのって難しいですよねあと何言おうとしたんだっけ、マグネシウムのが不足するとかカルシウムとのバランスが悪くなるとか、もちろん食べ物からもあるんですけども、これ何でもそうなんですけども、ストレスとかも良くないですよねっていう話ですね。結局ストレスとかもストレスがかかった時になんていうか、それに対抗するためにマグネシウムって消費されるらしいんですよ。よくビタミンとかも消費されるって言いますけども、ストレスって本当にいろんな栄養素大事なやつを消費しちゃうんだなって思うんですけども、だからストレスも悪いし、あとですねお酒とかコーヒーとかね、そういうのもマグネシウムの吸収を邪魔してしまうっていうのがあるんですよ。だから私今コーヒー大好きなくせに毎日飲んでないじゃないですか。昔は1日3杯ぐらいは普通に飲んでたんですけども、そういう理由もあってちょっと控えめにしてるんですよね。もちろん毎日1杯ぐらい全然あれだと思うんですけども、ただ私はねいろいろ貧血があったりね、コーヒーとか鉄分の吸収も妨げるとかそういうのもあるので、そういう私の個人的な理由でコーヒーも嗜好品として毎日ではなくて飲みたいって思った時だけ飲むようになったと。ちょっと話それちゃったんですけど、お酒やコーヒーもマグネシウムの吸収が邪魔されると。だからそれも普通に飲んでる分にはいいけど過度に摂りすぎは良くないっていうことですよね。そうそう、だからストレスもあるし、そのお酒コーヒーの飲みすぎもあるしっていうことで、一般的に何でもかんでも摂りすぎは良くないし、食事もバランスよくっていう、結局は最終的には一般的に何でも言われてることにたどり着いちゃうっていう感じなんですかね。なんかこう牛乳をあまりにこうディスってしまうと、牛乳とか乳製品とかねあんま良くないような気もするんですけど、ただね牛乳をね大量にバカスカ買うよりも
ちょっといい牛乳を買った方がいいじゃないですか。あんまスーパーではそんなにいい牛乳売ってないかもしれないけど、成城石井みたいなとこに行かないとちょっともしかしたらいい牛乳は売ってないかもしれないんですけども、バカスカ飲まずにいい牛乳を飲むことによって、もしかしたらあの牛乳の農家さんもね、ちょっと高いやつでも売れるっていう方にシフトしてくれるかもしれないじゃないですか。知らんけど、本当知らんけど、私が勝手に思っていることなんで、牛乳とかもね、安くこう製造するためにたくさんの牛をね、こうぎゅうぎゅう詰めのところに詰めてこう飼育してたりとかするじゃないですか。そうするとやっぱりこう牛さんもね、病気になりやすいので、牛さんにこう抗生物質とか混ぜたりで食べさせたりとかね、餌にね、そういうのがあったりとか、あとはこの牛乳をたくさんこう製造するってなると、たくさんの牛が必要で、その牛さん、たくさんの牛っていうか多分1匹の牛が常に牛乳を出すために妊娠してる状態でないとならないので、常に妊娠させておくためにホルモン剤とかを打って常に妊娠をさせてるとか、そういうこう不自然な感じになっているので、そういうのってやっぱりこう安く大量にこう売る生産者側からすると、消費者のニーズを考えるとそうなっちゃうのかななんて思うので、安全で良い牛乳を適度に美味しく飲むのが理想かなっていう、本当理想論みたいになっちゃいますけどただそう思ったっていう話ですね。あんま牛乳飲みすぎてもね、体によくないっていうとまた牛乳をディスってしまうかもしれないんですけれども、すごく栄養素は高い飲み物なので、何せタンパク質とかが豊富ですからね、タンパク質とか取るのにすごくいいし、カルシウムも今の話だとカルシウム取りすぎるだろうっていう話なんですけども、カルシウムも摂取はできるけれども、ただなんて言うんだろう、カルシウムはですね、牛乳のカルシウムはですね、吸収されにくいっていうのはなんかで見たことがあります。なんだっけな、ちょっと忘れちゃったんですけど、胃の中でなんかになって、その吸収されにくい状態になるっていうみたいなそうなんです。なのでその牛乳の摂りすぎはあのなんだろうそういう意味でも取りすぎるのは良くないって話ですね。で良くない話をついでにもう一つちょっと思い出しちゃったんですけど、牛乳をディスって申し訳ありませんっていう感じなんですけど、さっき私がこう筋肉が収縮する症状、足がつるとか片頭痛とか肩こりとかで生理痛ですね、そういう筋肉が収縮することで起こる体の不調とか、今そういう話をしてたんですけども、いわゆる骨格筋だけじゃなくて平滑筋、なんつうんだろう、自分の意思で動くやつじゃないやつ、内臓とかの周りにある筋肉だ、そっちも結局は緊張状態になるじゃないですか。カルシウムのバランスがマグネシウムに対して多くなると、そうすると血管とかの血管の筋肉も緊張状態で縮んでしまったらちょっとやばいじゃないですか。だからいわゆる動脈硬化とかから起こる狭心症とか心筋梗塞とか、そういうやつになる原因にもなると、もちろん牛乳飲んだからなるってことじゃないと思いますけれどもではないけれども、もともとコレステロールとかが高くて、その血管の内側がちょっと狭くなってるところをさらに血管まで収縮させて硬くさせて緊張状態にさせたら、そういう心筋梗塞とかね、そういうなんていうんだろう、その全体的に虚血性心疾患っていうんですか、そういうのになって、
だから要は高血圧になりやすいってことですよね。そういうこう血管緩まず血管が緊張状態縮んでっていう感じなので、そういうこともあるみたいですみたいなそんな感じなので、私は冷蔵庫の中に牛乳のパックはもう置かなくなっても何年も経ってるって感じですね。たまに牛乳飲む時は普通の一杯一杯分のストローを刺す紙パックとかで飲んだりとかしますね。あとは牛乳を使ったラテとかを作りたい時とかも一杯分のだけ買ってきたりとかして、本当に嗜好品として楽しんでるって感じ、特別な飲み物として楽しんでますね。で飲み物として牛乳飲まなくても、いろんな料理に当たり前に入ってるじゃないですか。お菓子とかケーキとかそういうのにももちろん入ってるし、ピザとかだって食べたいからそういうのとかももちろん食べるし、そうそう、だから自分家でねこの冷蔵庫に常備してるっていうのをやめたっていう感じですね。なんかそんな感じで、牛乳って美味しいですもんね。なんかいろんな牛乳を使った牛乳っていうか乳製品が好きで、私もプロセスチーズとかすごい好きで、いや違う違う、プロセスチーズはそんなに好きでもないな。チーズトーストにするスライスチーズとか好きだけど、どっちかっていうとナチュラルチーズが好きですね。ちょっとナチュラルチーズのいろんなナチュラルチーズがあるけど、それのマグネシウムとカルシウムのやつはちょっとあんま見たことないけど、今度チーズが売ってたらちょっと裏側を見てみようかなって思いました。ナチュラルチーズね。そんな感じで、すいません、なんかちょっと全然話があっちゃこっちゃしてまとまらなかったんですけれども、別に乳製品を絶対にやめた方がいいですとかいうわけでもないし、さっき言った症状、足のつりとか生理痛とか、片頭痛とか肩こりとか、そういうのが絶対にこの乳製品を取りすぎで起こってることではないとは思うんですけども、普通に結構特に私みたいなね昭和生まれな人は牛乳飲め飲めって言われて育ってきた牛乳は正義みたいなのをね染み込んで教えられた世代なので無意識にたくさん飲んでるつもりはなくても日常的に牛乳結構飲んじゃってるとかね、もしくはヨーグルト大好きで毎朝ヨーグルト食ってるとかね、そういうもう習慣化しちゃって気づかないことってあると思うので、もしそれで実はちょっとした不調の原因になってたらもったいないから、一回少し控えめにして様子を見てみるっていうのもありなんじゃないかななんて思いましたね。ちなみに牛乳とかだいたい1日 200ml ぐらいまでだったらいいみたいなことをなんかどっかで聞いたような気がするんですけれども、200ml ってめっちゃ少ないじゃんっていう話なんですけど、カフェオレ1杯飲んだらもうそれで 200ml ぐらい使っちゃうみたいな感じですよね。そんな感じで、今回は私が最近ジムでそのジムで会った人と話した中で、その2人ともなんかそれで症状が改善したっていう話だったので、自分以外でも結構もしかしたらそういうマグネシウム不足というよりもカルシウムが多すぎるっていう、この2つのバランスを崩していることによる筋肉の緊張が起こっていることによってそれが要因で起こってる症状の人っていうのはもしかしたら意外と多いかもしれないなっていうふうに思ったので、ちょっと牛乳とか乳製品を悪みたいな言い方をしてしまってちょっと誤解があるとあれなんですけれども、
ただ私もね生理痛とかそういうのも長年かなり悩んでたことなので、そのね娘さんがね良くなったっていうのを聞いて、私めっちゃ嬉しかったんですよね。だって私が若い時とか私もね本当に生理痛関係の本とか読み漁ったりとかしたんですよね。あとその骨盤の歪みとかもね関係するかもしれないので、そういうのももう全部読み漁ったぐらいなんですけども、この情報にはたどり着かなかったんですよね。だからその生理痛が良くなったのは本当ここ5年くらいだとは思うんですけれども、あのこれが原因かどうか、この乳製品を控えたのが原因かどうかっていうのははっきりは分かんないことではあるんですけれども、あの頃知ってたらな、絶対試したのにな、確かに乳製品めちゃめちゃ取ってたわみたいなのがあったんですよね。なのでなんていうか、最近インターネットの普及によって情報が取りやすくなってきたので、私がその20代の頃とかってまだスマホとかない時代ですから、でかいパソコンでね、Windows98 とかがあってねそういうのでこう情報を取ってた時代で、私が20歳とかねそれくらいの頃の一人暮らししてた時にはパソコンも持ってなかったですからね。自分でパソコン持ったのは22歳ぐらいからだったと思うので、なのでね全然そういう情報、本当に本とかアナログで情報を得てたような感じなので、だからね最近だったらいろいろ調べれたけど、その頃から調べる環境にあったらよかったのになっていうふうに思いましたそう、めっちゃ話まとまんないんですけど、ちょっとまとまんないんでこの辺にしますね。はい、それではまた。